皆さんこんにちは。今日の物語を始める前に、まずは前回の物語を簡単におさらいしましょう。主人公はミジョンさん。60歳の彼女は、かつてソウルの高級住宅街、江南、カンナムで何不自由ない生活を送る奥様でした。しかし、突然の事故で夫を亡くし、さらに事業パートナーの裏切りによって、莫大な借金を背負うことになります。すべてを失い、16歳の娘ヒョンジュを抱え、半地下の部屋での生活を余儀なくされたミジョンさん。彼女は家政婦として働くことを決意します。働き始めたのは貿易会社の会長、キム・ソンチョルさんのお屋敷でした。72歳のソンチョル会長もまた、5年前に奥様を亡くし、子供たちはみんなアメリカで暮らす孤独な日々を送っていました。最初はただの雇用主と家政婦だった二人。しかし、互いの境遇に深い共感を覚え、次第に惹かれ合っていきます。そしてある夜、二人は心と体を重ね、その関係は熱い恋へと変わりました。やがてソンチョル会長はミジョンさんにプロポーズ。多くの葛藤の末、ミジョンさんはそれを受け入れ、二人は正式な夫婦となったのです。家政婦から再び大邸宅の奥様へ。それはまるで夢のような幸せな日々の始まりでした。というのがこれまでの物語です。さて、ここからがその後の誰も知らなかった物語です。ソンチョル会長との結婚生活は私の想像をはるかに超え、幸せに満ちたものでした。会長は私を心から大切にしてくれました。朝、私がまだ眠っていると、そっと額にキスをして出勤し、夜は、今日も一日ご苦労様、ミジョンと優しく抱きしめてくれる。そんな毎日でした。私たちは、まるで新婚カップルのように、週末には旅行に出かけました。チェジュ島、チェジュドプサン、プサン慶州、キョンジュ。会長は私の行きたい場所へ、どこへでも連れて行ってくれました。ミジョン。君と出会って私の人生は色を取り戻したよ。まるで10歳も20歳も若返った気分だ。会長は私の手を握りながらそう言って笑います。その笑顔を見るたび、私の胸は温かいもので満たされていきました。娘のヒョンジュも、会長のことを実の父親のように慕っていました。会長はヒョンジュの学費から何からすべてを惜しみなく支援してくれ、そのおかげでヒョンジュは希望の大学に見事合格。寮生活を送りながら自分の夢に向かって力強く歩み始めていました。すべてが順調でした。あまりにも順調すぎて、時々、これがすべて夢なのではないかと不安になるほどに。そして、その不安は、ある日、突然、現実のものとなったのです。それは、私たちが結婚して、8年目の秋のことでした。その日、会長は会社の重要な会議に出席するため、朝早く家を出ました。私はいつものように、玄関で会長を送り出しました。会長、お気をつけて。夜は会長の好きなカルビジムを作ってお待ちしていますね。ああ、楽しみだ。早く帰ってくるよ。それが会長と交わした最後の穏やかな会話になるとは、その時の私には知る由もありませんでした。昼過ぎ、私の携帯電話がけたたましく鳴り響きました。会長の秘書からでした。奥様。落ち着いて聞いてください。会長が会議の最中に倒れられました。頭が真っ白になりました。急いで病院に駆けつけると、会長は集中治療室のベッドの上で、たくさんの管につながれていました。医師の話では、重度の脳梗塞。一命は取り留めたものの、意識が戻るかはわからない、非常に危険な状態だということでした。私は、ベッドのそばで、ただ泣き崩れることしかできませんでした。会長。私を一人にしないで。
その知らせは、すぐにアメリカにいる会長の子供たちにも伝えられました。息子さんと娘さんが、緊急で帰国することになったのです。以前、ビデオ通話で挨拶したとき、彼らはとても優しく、私たちの結婚を祝福してくれました。だから私は、彼らが来てくれれば、心強いだろうと、そう思っていたのです。しかし、それは私の甘い考えでした。数日後、空港から直接病院へやってきた息子さんと娘さん。その目に、以前のような温かい光はありませんでした。代わりに宿っていたのは、私を値踏みするような冷たい光。父の容体は？息子の第一声はそれでした。私の体を気遣う言葉の一つもありません。意識はまだ。でも、お医者様は、きっと大丈夫だと。私がそう答えると、息子さんは私を一別し、ふん、と鼻で笑いました。大丈夫ですか？あなたにとっては、そうでしょうね。父に万が一のことがあれば、あなたはどうなるんですか？その言葉に、私は全身の血の気が引くのを感じました。どういう意味ですか？言葉通りの意味ですよ。弁護士から聞きました。あなたと父の間には、婚前契約書が存在しない、と。つまり、父の財産の半分は、あなたのものになる可能性がある。娘さんも腕を組んで冷たく言い放ちます。弟様がどれだけあなたを甘やかしていたかよくわかりますわ。でも私たちはそうはいきません。あなたはもともとこの家の家政婦だったのでしょう。家政婦。その言葉が鋭いナイフのように私の胸に突き刺さりました。彼らは私を父の妻としてではなく、父の財産を狙う女として見ていたのです。あの優しかった笑顔はすべて偽りだったのでしょうか。その夜、私は病室で一人、会長の手を握りながら、静かに涙を流しました。会長がいてくれたから、私は強くなれた。でも、もし会長がこのまま目覚めなかったら、私は、この冷酷な子供たちと、たった一人で戦わなければならないのでしょうか。その時でした。ミジョン。か細い声が聞こえました。はっとして顔を上げると、今まで閉ざされていた会長の目が、うすすらと開いていたのです。会長。会長。気がつかれましたか？私が呼びかけると、会長はゆっくりと私の手を弱々しい力で握り返しました。そして、かすれた声でこう言ったのです。金庫の中に。金庫？金庫の中に何があるんですか？会長は何かを伝えようと必死に口を動かしますが、言葉にはなりません。そして、再び、深く長い眠りに落ちてしまいました。金庫。会長は私に何を伝えたかったのでしょうか。そして、その金庫の中には、一体何が隠されているというのでしょうか。会長の子供たちの冷たい視線が、私の背中に突き刺さるのを感じました。これは、ただの始まりに過ぎない。私の人生をかけた、本当の戦いは、今、まさに始まろうとしていました。意識を取り戻した会長が残した謎の言葉、金庫。その中には、強欲な子供たちからミジョンを守るための切り札が隠されているのでしょうか。それとも、さらなる絶望が彼女を待ち受けているのでしょうか。夫であるソンチョル会長が病室で倒れたまま、意識を取り戻したのはほんの一瞬。彼は、ミジョンの手を握り、かすれる声でこう告げたのです。金庫の中に。その言葉だけを残し、会長は再び深い眠りへと落ちてしまいました。その傍らには、アメリカから駆けつけた会長の息子と娘。しかし、彼らの目に父親を心配する色はなく、私を財産を狙う女として見る冷たい光だけが宿っていました。
会長が私に伝えたかったこととは一体何なのか。そしてあの金庫の中には何が隠されているというのでしょうか。本当の戦いが今始まろうとしていました。会長が眠りに落ちた後、病室は氷のように冷たい沈黙に包まれました。息子さんの視線が針のように私の背中に突き刺さります。金庫ですか？父はそう言ったようですが、まるで尋問するような口調でした。ええ。ですが、何のことか私にも。そうですか？まあ、いいでしょう。父の書斎にある金庫のことは我々も知っています。後で我々で確認しますので、あなたは父のそばにいてあげてください。その言葉は一見私を気遣っているように聞こえました。しかし、その裏にある本当の意味を私は痛いほど理解していました。私を金庫に近づけさせないつもりだ。彼らは私が金庫の中身を横取りするのではないかと疑っているのです。会長が私だけに残したメッセージ。その意味を彼らに知られる前に私が確かめなければならない。心臓が早金のように打ち始めました。私は必死に平静を装い、震える声でこう言いました。わかりました。ですが、会長の着替えなどを一度家に取りに帰ってもよろしいでしょうか。何日も同じままではかわいそうですから。息子さんは一瞬疑いの目を向けました。しかし、隣にいた娘さんがこう口を挟みます。お兄様、それはそうよ。弟様は綺麗好きですもの。ミジョンさん、お願いできますか？娘さんの中にも、まだ、父親を思う気持ちがわずかに残っていたのかもしれません。息子さんは不満そうな顔をしながらもしぶしぶうなずきました。私は誰にも気づかれぬよう深く息を吐き、足早に病室を後にしました。タクシーに飛び乗り、私たちが暮らした家、ハンナム道の邸宅へと向かいました。つい昨日まで幸せな笑い声に満ちていたこの家が、今はまるで静まり返った戦場のようです。足音を忍ばせ、会長の書斎へ。部屋の中央には、重々しい存在感を放つ大きな金庫が鎮座していました。震える手でダイヤルに触れます。しかし、ここで私はハッとしました。暗証番号がわからないのです。どうしよう。焦りが全身を駆け巡ります。時間がない。いつ、あの息子が戻ってくるかわからない。私は必死に記憶をたどりました。会長が大切にしていた数字。何かヒントはなかっただろうか。誕生日？会社の設立日？違う。その時、ふと、ある日の会話が脳裏に蘇りました。ミジョン。君と出会って、私の人生は本当に変わった。だが、法的に、社会的に、君が私の本当の妻になった日、私たちが入籍したあの日こそが、私の第二の人生の始まりなんだ。入籍した日。私は、祈るような気持ちで、婚姻届を提出した、あの日付をダイヤルに合わせました。カチリ、という小さな音とともに、重い金属の扉が、ゆっくりと開きました。金庫の中は、意外にも、がらんとしていました。しかし、その中央に一通の封筒がポツンと置かれていたのです。そこには、会長の力強く、そして優しい筆跡で、こう書かれていました。愛する妻、ミジョンへ。涙が視界をにじませます。震える手で封を開けると、中から出てきたのは、二つのものでした。一つは、分厚い、法的な書類の束。そしてもう一つは、便箋に綴られた、会長からの手紙でした。私は、まず、その手紙を手に取りました。親愛なるミジョンへ。この手紙を、君が読んでいるということは、私の身に、
何かがあったということだろう。驚かせてしまったのならすまない。君と出会えたことは私の人生における最大最高の幸運だった。孤独だった私の世界に君は光を、そして愛を与えてくれた。君と過ごした日々は私の生涯の宝物だ。だが私はずっと懸念していた。私の子供たちのことだ。彼らは私が築き上げた富にしか興味がなく、私が亡くなった後、君がどれほど辛い思いをするか。それを思うと夜も眠れない日があった。だから私は君を守るための準備をした。ミジョン、君は決して一人ではない。私が君の盾となり、剣となる。恐れることはない。堂々と胸を張って私の妻として生きてほしい。愛している。永遠に。キム・ソンチョル。手紙を握りしめ、私はその場に崩れ落ちました。涙が後から溢れて止まりません。会長はすべてを分かっていてくれたのです。そして私はもう一つの束、法的な書類に目を向けました。その表紙にはこう書かれていました。公正証書遺言。中をめくると、そこには法律によって固く守られた会長の最後の意思が明確に記されていました。会社の株式、不動産、そのすべての財産の相続権と会長が意思表示できなくなった場合の全権代理人として私の名前、妻、パクミジョンが記されていたのです。これが会長が私に残してくれた最後の愛であり最強の武器。私は涙を拭い決意を固めました。もう泣いてばかりの弱い私ではない。会長の愛を守るためなら私は悪魔にだってなれる。その時でした。母さん。背後から氷のように冷たい声がしました。ゆっくりと振り返ると書斎のドアの前にあの息子が腕を組んで立っていたのです。その目は獲物を見つけた蛇のように私の手の中にある遺言書を睨みつけていました。そこで一体何をしていらっしゃるんですか？彼の口元は笑っていました。しかし、その目は全く笑っていませんでした。私は遺言書を強く胸に抱きしめました。本当の戦いの火蓋が今切って落とされたのです。書斎の空気は張り詰め、まるでガラス細工のように脆く感じられました。一言でも間違えれば、すべてが壊れてしまいそうでした。息子さんはゆっくりと私に歩み寄り、私の手の中にある遺言書を軽蔑した目で見下ろしました。なるほど。父はそこまで猛録していたわけですか？家政婦に全財産を譲るとは。正気の沙汰とは思えませんね。その言葉には私への侮辱と父親への失望が毒のように滲んでいました。しかし私はもう以前の私ではありませんでした。会長の愛という鎧を私は身につけているのです。私は震えそうになる膝を叱咤し、彼の目をまっすぐに見つめ返しました。いいえ。会長はいつだって正気でした。そして私を誰よりも愛してくださった。これはその愛の証です。あなた方には理解できないでしょうけれど。私の思いがけない反撃に息子さんの表情が初めてわずかに歪みました。彼は一瞬言葉に詰まった後、ふっと不気味な笑みを浮かべました。その笑みは私の覚悟を根こそぎ奪おうとするような冷たいものでした。愛ですか？素晴らしい言葉だ。では、母さん。あなたは父の本当の顔を知っても同じことが言えますかな？本当の顔。何を言っているのか理解できませんでした。息子さんはまるで切り札を出すかのようにゆっくりと言葉を紡ぎ始めました。父はね、世間では
一代で会社を築き上げたクリーンな経営者だと思われている。だが、それは表の顔だ。父の会社の礎には、決して世間には知られてはならない、汚れた過去が埋まっているんですよ。息子さんの口から語られたのは、信じがたい話でした。会長が若かった頃、会社を大きくするために、非合法な取引に手を染めていたこと。そして、その過程で、ある人物を社会的に抹殺し、破滅に追い込んだこと。その証拠が我々の手にはある。もし、あなたがその遺言書を振りかざすというのなら、我々は、ためらいなく、父の過去をすべて、マスコミに公表します。彼の言葉は、重いハンマーのように、私の頭を殴りつけました。そうなれば、どうなるかわかりますか？父が人生をかけて築き上げた会社は、信用を失い、株価は暴落する。会長の名誉は地に落ちる。あなたは会社を潰した悪女として世間から石を投げられることになるんですよ。これは脅しでした。私個人の問題ではない。会長が命がけで守ってきた会社とその名誉を人質にした卑劣な脅迫でした。さあ、どうしますか？その紙切れ一枚と引き換えに、父のすべてを汚す覚悟があなたにはありますか？彼は私の目の前に手を差し出しました。その遺言書をこちらへ渡しなさいと無言で語っていました。全身から力が抜けていくようでした。会長の愛を守りたい。でも、会長の名誉を私が汚すわけにはいかない。私の心は二つに引き裂かれそうでした。その夜、私はふらふらと病院へ戻りました。息子はよく考えて賢明な判断をしなさいと言い残し、どこかへ消えました。病室のドアを開けると、静かな機械の音だけが響く中、会長が穏やかな顔で眠っていました。私は彼のそばに椅子を引き寄せ、そっとその手を握りました。温かい、けれど力のない手でした。会長。私、どうしたらいいのでしょうか。涙が彼の手にポタポタと落ちます。あなたの愛に依えたい。でも、私には、あなたの名誉を汚すことなんてできません。あなたが人生をかけて守ってきたものを私のせいで壊すわけにはいかない。私がその遺言書を放棄すれば、会社と会長の名誉は守られる。しかし、会長の財産はすべてあの冷酷な子供たちのものになり、私は再びすべてを失うことになるでしょう。それは会長の望みではないはず。でも、その時でした。握りしめていた会長の指がほんのわずかにピクリと動いたような気がしたのです。気のせいかもしれない。でも、そのかすかな動きがまるで会長が私に語りかけているように感じられました。ミジョン。恐れることはない、と言っただろう。会長の手紙の言葉が心に響きます。そうだ。会長はすべてをわかっていた。子供たちの卑劣さも、そして私がどれほど彼のことを大切に思っているかも。その上で私に戦えとそう言ってくれたのではないか。私がここで諦めることこそが会長の愛を裏切る行為なのだと、その時私ははっきりと悟りました。顔を上げ涙を拭います。心の中に冷たく、そして燃えるような決意が生まれました。私はおとなしく財産を奪われるか弱い家政婦ではない。愛する人のすべてを守るためなら、どんな茨の道でも進んでみせる。私は静かに立ち上がり、携帯電話を取り出しました。そして、会長の手紙に追伸として書かれていた、ある名前と番号を震える指でプッシュしたのです。その人物の名はユン弁護士。私が心の底から信頼できる唯一の友人だと手紙には記されていました。
数回のコールの後、電話の向こうから落ち着いた低い男性の声が聞こえました。はい、ユンです。私は深く息を吸い込みました。反撃ののろしは今上がったのです。夜分に申し訳ありません。私、キム・ソンチョル会長の妻、パク・ミジョンと申します。今、あなたのお力をお借りしたく、お電話いたしました。夫、ソンチョル会長の子供たちから突きつけられた非常な脅迫。会長が人生をかけて築いた名誉と、彼の愛の証である遺言書を天秤にかけられ、私は進むも退くも地獄という暗闇の中にいました。しかし、会長が残した手紙にあった最後の希望。私が心の底から信頼できる唯一の友人だと記されたユン弁護士。震える指で私はその番号を押したのです。私、キム・ソンチョル会長の妻、パク・ミジョンと申します。この一本の電話が私の、そしてこの物語の運命を大きく変えることになるとは、この時の私にはまだ知る由もありませんでした。電話の向こうのユン弁護士は、私の突然の連絡にも少しも動揺した様子を見せませんでした。ただ、静かに、そしてすべてを受け止めるような深い声で、こう言いました。奥様。お待ちしておりました。ソンチョル会長からすべて伺っております。その言葉に私は息を飲みました。翌日、私はソウル市内の古いが品格のある法律事務所でユン弁護士と向かい合っていました。彼は白髪の穏やかな紳士でしたが、その瞳の奥には長年の経験に裏打ちされた鋭い光が宿っていました。私は彼にすべてを話しました。会長が倒れたこと、子供たちの冷酷な仕打ち、そして会長の過去をネタにした卑劣な脅迫のこと。会長が過去に非合法な取引である人物を破滅に追い込んだ、と。その証拠を公表すると息子さんは、そこまで話したとき、ユン弁護士は私の言葉を静かに遮りました。そして悲しそうに目を伏せたのです。やはり彼らはその話を持ち出してきましたか。ソンチョル会長が最も心を痛めていたことです。ユン弁護士が語り始めたのは、私が息子から聞かされた話とは全く違う衝撃的な真実でした。奥様。会長が誰かを破滅に追い込んだなど断じてありません。むしろその逆です。ユン弁護士によると、そのある人物とは会長のかつての親友であり、共同経営者でした。その親友が会社の金を横領し、会社を倒産の危機に陥れたのです。それはかつて私が亡き夫の裏切りで経験したことと全く同じでした。普通なら刑事告訴し、彼を刑務所に送ることもできた。しかし、ソンチョル会長はそうしなかった。親友の家族が路頭に迷うことを彼はどうしてもできなかったのです。会長はその親友を公にも法的にも一切裁きませんでした。ただ、静かに害者から去らせ、そして彼の罪を会長自身がたった一人で全て背負ったというのです。では、息子さんが言っていた証拠というのは、おそらくその時の示談書か何かの一部をねじ曲げて解釈しているのでしょう。ソンチョル会長の優しさを息子の代になってこのように利用するとは。あの方も草葉の陰でさぞ嘆いておられることでしょう。ユン弁護士の目には長年の友を思う怒りと悲しみが浮かんでいました。つまり息子たちの脅迫は真っ赤な嘘と悪意に満ちたこけ脅しだったのです。彼らは父の優しささえも金のために平気で踏みにじる本当の悪魔でした。私の心の中で絶望が静かな、そして燃え盛るような怒りへと変わっていくのがわかりました。ユン弁護士。私は
顔を上げ、決意の目で彼を見つめました。私は戦います。会長の愛とその誇りを守るためなら、私は何でもします。その言葉を聞くと、ユン弁護士は初めて穏やかに微笑みました。そうでなくては。奥様、あなたはもう一人ではありません。私と、そして、ソンチョル会長の思いがついています。さて、反撃を始めましょうか。ユン弁護士が立てた作戦は大胆不敵なものでした。まず、遺言の法的効力を裁判所に正式に届け出て、私の立場を確固たるものにする。そして、次に、息子たちの脅迫と名誉毀損に対して、断固たる法的措置を取る準備を進める。しかし、それだけではありませんでした。奥様。彼らには、法廷の外で最後の機会を与えましょう。彼らが自分たちの犯した罪の重さに自ら気づくための機会をね。その作戦の意味を私はすぐには理解できませんでした。しかし、ユン弁護士の自信に満ちた目を見ていると、私はすべてを彼に託そうとそう思えたのです。その日の午後、病院のロビーでは息子さんと娘さんが自分たちの顧問弁護士と会社の今後の経営について大声で話していました。まるで会社はもう自分たちのものになったと確信しているようでした。彼らは私が脅迫に屈し遺言書を放棄したと思い込んでいたのです。その時でした。彼らの目の前に私が静かに歩み寄っていきました。私の隣にはもちろんユン弁護士が穏やかな、しかし一切の隙もない様子で立っています。突然の私たちの登場に息子たちの顔が驚きと警戒でこわばりました。私はもう怯えて涙を流すだけの弱い女ではありません。愛する人の誇りを胸に抱いた一人の戦士でした。私は彼らをまっすぐに見据え、静かにそしてはっきりとこう告げたのです。お話があります。あなた方がその汚れた口で語った弟様の過去について。今から私があなた方の知らない本当の真実をお聞かせしましょう。私の言葉が冷たい刃のようにその場に突き刺さりました。息子と娘の顔から血の気がさっと引いていくのがわかりました。偽りの仮面が今剥がされようとしている。本当の裁きの時が刻一刻と近づいていました。夫の親友、ユン弁護士という最強の味方を得たミジョン。脅迫の切り札が実は自分たちの首を絞める諸刃の剣であったことをまだ知らない愚かな子供たち。ミジョンが突きつける本当の真実とは一体どのようなものなのか。私の言葉に息子と娘の顔が凍りつきました。しかし、息子は最後の虚勢を張るかのように鼻で笑います。真実だと？何を言い出すかと思えば。父が過去に汚い仕事に手を染めたことは揺るぎない事実だ。違うか？その言葉を待っていたかのように、私の隣に立つユン弁護士が一歩前に出ました。確かに、キム会長の過去にある事件があったことは事実です。しかし、その意味はあなた方が主張するものとは180度異なります。ユン弁護士は、カバンから一枚の古びた書類のコピーを取り出しました。これは、あなた方が証拠だと言い張る示談書の完全なオリジナルです。そこには、こう書かれている。私は、親友である、キム・ソンチョル会長の信頼を裏切り、会社の資金を横領したことを深く謝罪するとね。ユン弁護士は、淡々と、しかし、すべてのものの心に突き刺さるように、真実を語り始めました。会長が、いかにして親友に裏切られ、会社が倒産の危機に瀕したか。そして、会長がその罪をすべて一人で被り、
親友とその家族の名誉をいかにして守り抜いたか。会長は、この事実を生涯、誰にも語るつもりはありませんでした。あなた方が、ご自分の父親の最も気高い行いを、金のために最も卑劣な形で利用さえしなければね。息子と娘の顔からみるみるうちに血の気が引いていきます。彼らの隣にいた顧問弁護士は信じられないという顔で二人を交互に見て静かに後ずさり始めました。私は崩れ落ちそうになる彼らに最後のそして最も重い一撃を加えました。あなた方はただ私から財産を奪おうとしただけではない。あなた方は自分たちの父親が命を懸けて守り抜いた誇りと優しさを踏みつけようとしたのです。あなた方にとって弟様とはその程度の存在だったのですか？その時でした。追い詰められた息子が狂ったように叫び声を上げました。嘘だ。全部嘘だ。父がそんな。大体、もうどうでもいいだろう。父はもうろくに話すこともできない、ただの抜け殻じゃないか。その汚れた言葉がロビーに響き渡ったまさにその瞬間でした。私はまだここにいるぞ。か細い、しかし凛とした声。すべてのものが声のした方をはっと振り返りました。そこには看護師に付き添われ、車椅子に座った一人の男性がいました。痩せてはいましたが、その目は鋭い光を放ち、まっすぐに自分の子供たちを見据えていました。夫、キム・ソンチョル会長でした。弟様。息子と娘の顔が恐怖と絶望で歪みます。自分たちの最も醜い姿を最も見られたくない人物に見られてしまったのです。会長は私やユン弁護士には目もくれませんでした。ただ冷たい、深い、悲しみをたたえた目で自分の子供たちを見つめていました。そしてゆっくりとしかしはっきりとこう告げたのです。お前たちはもう私の子供ではない。二度と私の前にその顔を見せるな。それは死刑宣告よりも重い言葉でした。息子と娘はその場にへなへなと崩れ落ちました。彼らの偽りの王国が音を立てて完全に崩壊した瞬間でした。それから1年が経ちました。ハンナム道の家の陽光が降り注ぐ庭で、私は車椅子に座る会長の肩にそっとブランケットをかけていました。会長の回復は決して早くはありません。でも、あの日を境に彼の目には以前よりもさらに深い穏やかな光が宿るようになりました。あの日、すべてを失った子供たちはユン弁護士が進めた名誉毀損の訴訟と会長からの正式な感動によって私たちの前から完全に姿を消しました。会社の経営は会長の意思を継いだユン弁護士と新しい専門家チームに支えられながら私が必死に学んでいます。それは大変ですが、愛する人の大切なものを守る喜びに満ちた毎日です。会長が私の手を優しく握りました。ミジョン。ありがとう。君がいてくれて本当によかった。いいえ、会長。私の方こそ感謝しています。あなたと出会えたこの人生に。私たちは言葉もなく二人でゆっくりと庭に咲く花を眺めていました。思えば私の人生は嵐のようでした。すべてを失い、絶望の淵に沈んだ日もありました。しかし、どんな暗闇の中にも必ず光は差し込むのです。本当の豊かさとはお金や地位ではない。心から誰かを愛し、信じ、そしてその愛を守るために戦う勇気を持つこと。私はこの穏やかでかけがえのない時間の中でその答えを見つけたのです。空はどこまでも青く澄み渡っていました。
一人の女性の波乱に満ちた愛の物語。これにて閉幕です。最後までミジョンの戦いと彼女の選択を見守ってくださったすべての視聴者の皆様に心からの感謝をお伝えします。あなたの人生にもどうか愛と希望の光が満ち溢れますように。ありがとうございました。